どうも、モブです。今回は、新武器の性能評価についてだよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、限界の鍵についてだよ。限界の鍵は、水篠旬では初となる、属性注入効果が含まれている武器になるよ。また、基本的な性能としては、限界の鍵の武器スキルを使用すると、コアゲージが 100% チャージされ、現場の凝視という効果が発動するよ。この効果は、闇属性のコア攻撃を使用すると、現場の気まぐれという追加ダメージを発生させることができるようだね。そして、この追加攻撃は、クリティカル判定があるため、クリティカル率が重要になるよ。次は、一突効果についてだよ。一突効果では、闇属性の武器のみを装着した場合、現場の聖魂という効果が永続で発動し、オーバーロードダメージと、属性注入効果を増加してくれるようだね。しかし、実際に検証をしてみると、効果が真逆に適用されているよ。そのため、バグ、もしくは記載ミスであり、最悪の場合、性能が大きく変わる可能性があるよ。次は、三突効果についてだよ。三突効果では、現場の気まぐれ効果が発動すると、新しいバフ効果が発動するようになるよ。また、この効果は、コア攻撃と武器スキルのダメージを大幅に増加してくれるようだね。次は、五突効果についてだよ。五突効果では、既存の効果が大幅に強化されるよ。また、五突効果でも、真逆に適用されている現象を確認できたため、運営さんの対応を待つ必要があるかな。そして、この武器は、五突で能力が大幅に増加するため、光の攻防ハードモード先着イベントに向けて、五突以上を目指すようにしよう。次は、もう一つの武器、ウィンチェスターロックについてだよ。この武器は、水篠旬では初となる、オーバーロード状態に特化した武器になるよ。また、基本的な性能としては、武器スキルを使用すると、スピンコッキングという効果が発動し、コア攻撃を強化コア攻撃に変化させるよ。次は、一突効果についてだよ。一突効果では、水篠旬から5メートル以内の敵に対して、武器スキルのダメージが大きく増加するよ。そのため、ウィンチェスターロックの武器スキルを使用するときは、なるべく敵に近づいてから撃つようにしよう。また、スピンコッキング効果が強化され、強化コア攻撃を3回まで撃てるようになるようだね。次は、三突効果についてだよ。三突効果では、武器スキルを使用すると、新しい効果が発動し、強化コア攻撃の属性ダメージと、クリティカルダメージが増加するよ。また、スーパーアーマー効果を獲得し、安定してコア攻撃を撃つことができるようになるね。次は、五突効果についてだよ。五突効果では、既存の効果が大幅に強化され、強化コア攻撃を4回まで撃てるようになるよ。また、強化コア攻撃のオーバーロードダメージが 70% も増加するため、五突にするだけで、かなり火力感が変わる武器になりそうかな。次は、この武器の魅力についてだよ。今回の新武器には、属性注入効果があるため、イグリッドや新スキルと合わせると、1サイクルでオーバーロードが発動できるようになるよ。また、スキル回しも、武器スキルを使用した後に、コア攻撃を撃つだけであり、2つともに一貫性が見られるため、とても簡単かな。しかし、サポータースキルも同時に並行する必要があるため、タッチ操作のプレイヤーはかなり忙しくなるよ。次は、相性の良いスキルについてだよ。今回は、実践による検証で比較してみたところ、圧倒的にソニックバーストが良い結果になったよ。他にも、バフ要素があるスキルを試したけど、バイルスラスとそこまで変わらないため、それだけ今回の武器が強力であることがわかるね。次は、アーティファクトについてだよ。アーティファクトも、実践形式での検証により、演じ4セットが良いという結果になったよ。また、混沌の烙印は、通常スキルを強化する効果であり、今回の強力なコア攻撃とは相性が良くないようだね。次は、
マインドコアについてだよ。マインドコアも実践形式による検証でクリティカル率増加の効果を持つ凶暴な万人の欲望が良いという結果になったよ。また、ウォッチャーの目もほぼ近い数値であるため、クリティカル率が過剰な場合には凶暴な万人の欲望より優れる可能性があるね。次は影の権能についてだよ。影の権能も実践形式による検証でベスティの方が良いという結果になったよ。これはすでに大きいコア攻撃ダメージ増加があるため、牙の効果が効果的に作用しないからだね。また、クリティカル率が足りない場合には、イグリットを使用することもできるよ。次は、祝福の石についてだよ。祝福の石は、効率による計算によって検証し、ボス狩猟者は、今回の新武器に向いていないことが分かったよ。また、再覚醒に関しては、サポーターである、シアンハラートのスキルまで短縮することはできないので、効率的にオーバーロードを発動するために、スタメンから外れることになるよ。そして、これらの代わりとなる祝福の石は、大きくこの5つになるよ。特に、鋭い感覚、弱点カンパ、殺気はほぼ固定で、あともう一枠は、自由枠になるよ。また、個人的には、全力解放を使っているけど、ハードモードでは、敵の火力が大幅に増加するため、HP が 100% 未満になりやすく、使えなくなる可能性があるね。次は、サポーターについてだよ。まず、シアンハラートは、オーバーロードメタにより固定になるよ。また、個人的には、クリティカル率増加の効果を持つ、イスラやミノベを採用しているよ。しかし、ハードモードでは、敵の火力が大きくなるため、分厚いシールドを持つフリーレンや、敵の火力を下げる他のハンターを使う可能性もあるかな。また、新しいギミックも追加されるため、この段階で絞ることは難しいかな。最後に、新武器を使って、合体の君主ラクファサに挑戦してみるよ。